こんにちはったらこんにちは。いつもです。今週も ESP32 ダブルローバーカムの続きです。今度は Bluetooth で携帯との通信にチャレンジします。では資料を使って説明していきます。最初に Bluetooth と Bluetooth Low Energy について。これ似ているようで結構違うので注意が必要です。大雑把に消費電流とかデータの転送速度にこんな違いがあって、実は両者の間には互換性がありません。例えば、Bluetooth のレシーバーと BLE にしか対応してないイヤホンとかでは繋がらないんですよね。とはいえ、最近は両方に対応している機器も多いので、なんとなく繋がっちゃうので、あんまり意識しなくても良くなっています。前置きはこれくらいにして、早速プログラムを見てみましょう。前回も使ったチュートリアルのフォルダの中の P の下の Fetches の下の Fetch_02.1 シリアル to シリアル BT の下のプログラムを Arduino IDE で開いてください。プログラムの中身を確認しておきます。Include で Bluetooth Serial.h を読んでいます。ここでSerialBT のオブジェクトを宣言しています。オブジェクトというのは Bluetooth を使う関数の塊みたいなもので、この中に Bluetooth を始めたり、実際にデータをやり取りする関数が含まれています。セットアップ関数の中では UART 通信を SerialBegin で、Bluetooth 通信を SerialBT-Begin で、それぞれスタートさせています。ここでBluetooth 通信を検索したときに見える名前は定義しています。ループ関数の中では、シリアル通信が入ってきたら Bluetooth に投げる部分と、Bluetooth 通信が入ってきたらシリアルに投げる部分が含まれていて、これを延々繰り返すようになっています。こうすることでシリアルから Bluetooth へ、逆に Bluetooth からシリアルへ、データのやり取りを実現しています。とてもシンプルなプログラムですよね。でもたったこれだけで Bluetooth での通信ができるようになってしまいます。あとここで携帯の方の準備をします。Bluetooth 通信の様子をモニタリングするためのアプリを入れます。Real Bluetooth Terminal というアプリで Android では Play Store にあります。iOS 版もあるという話です。これを検体側にインストールしておきます。はい、それでは実際にプログラムを動かして Bluetooth で通信をやってみようと思います。まずは先ほどのプログラムを Arduino IDE に読み込みました。ボードと接続できていることを確認します。ここですね。ここが太字になっていて、下に接続先が表示されていれば大抵大丈夫です。ではコンパイルして書き込みます。これ結構時間がかかります。ひたすら待ちましょう。コンパイルは成功しました。で、書き込みをしています。ここからがね、結構時間がかかります。プログラムが前のやつに比べると随分大きくなってる。ね。やっと 20% ぐらい。半分ぐらいですかね。ちょっとかな。はい、書き込み終わりました。Bluetooth で通信ができるはずです。では、携帯の画面がこちらに出ているので、まずはペアリングしましょう。設定から、接続済みのデバイス、新しいデバイス、
とペア設定と進んで、ESP32 テストが発見できます。これを選んでペアリングを行います。ペアリングが終わったらトップ画面に戻って、JR Bluetooth ターミナルを開きます。左上のメニューからデバイスを選んで、先ほどペアリングした ESP32 テストを選択。コネクテッドが表示されたら接続できています。では携帯側から、はい、This is Android と打ってみましょう。見えにくいですが、シリアルモニターに送った文字が表示されているのがわかると思います。今度は ESP32 側から送ってみましょう。This is ESP32 と打ってみます。リターンキーで送信されます。このターミナルに受信した文字が緑色で表示されています。どうやら通信はうまくいったようです。なんだか簡単に ESP32 と携帯が通信できちゃいましたね。これを何かに役立てるにはまだまだ色々ハードルがあるのですが、とりあえずの一歩は踏み出せたと思います。というわけで今回は ESP32 の Bluetooth を使って携帯との通信をやってみました。無線通信というのはそれだけでなんとなくワクワクしてしまいます。今回も比較的簡単なので実機を持っている方はぜひ試してもらえるといいなと思います。次回は同じ Bluetooth の名前がついていますが、いて非なる Bluetooth Low Energy を試してみようと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価ボタンとチャンネル登録もぜひお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。